はい、天秤座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は3月25日の繁栄月食から4月9日皆既日食までの2週間を星の解説とともにタロットで見させていただきます。よろしくお願いします。もし星が好きとかタロットが好きという方は私の方でメンバーシップもやっていますので、よかったら概要欄から詳細ご覧ください。そして勉強したいわけじゃないんだけど情報だけ欲しいよっていう方は LINE でも、メンバーシップをやっています。こちらは新月とか満月とかそういった日食とかっていうこの時のエネルギーっていうものを、解説してお届けしているものになります。はい、こちらもよかったらご登録お待ちしております。じゃあ行きましょう。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。ソードのページ、ラバーズ、マジシャン逆、スターの逆、モナ教皇、鳳逆、ツルシビートの逆ということですごいですね。カップ10逆、ソード6、オラクルははい、ソードの5ということで濃いですね。濃い。そしてちょっと星の解説先にさせていただくんですけれども、3月20日以降っていうのはパートナーシップ、人との関係性というのが強調されてきます。でこれは契約もそうです。人とどのような契約を結ぶのかとか会社ともですね、人とどのように向き合っていくかということをすごく試されるような時だと思います。特に3月の25日っていうのは天秤座で起こる月食ですから、その天秤座の人っていうのはおそらく普段以上にいろんなことを感じたり無意識にいろんなものが現れてきてるんじゃないかなと思います。新月とか満月だけでもやっぱエネルギーっていうのは少し変わり目なんですけども、月食とか日食ってなるとより一層エネルギーが強いので、その強いエネルギーを無意識に感じて何かが反応するってことなんですね。でそれが特に天秤座の皆さんっていうのは天秤座で起こる月食だから、より一層自分の感覚っていうのが普段の倍ぐらい大きくなっちゃって、嬉しいことはもう超嬉しいってなるし、ちょっとイライラすることっていうのはもう嫌ってなったりとかしやすいので、少しこの時は落ち着くっていう形で思っておいてください。そしてもう一つ星のことなんですが、4月の2日から4月25日まで水星が逆行するんですね。でこの水星の期間というのは年に3回ぐらいあるんですけれども、少し交通手段が乱れやすかったりとか予定が変更になりやすかったりスケジュールの調整が必要になることが多いので、余裕を持った行動と判断をするようにしてください。で特に天秤座の皆さんにとって今ちょうど3月の20日以降ね、人間関係が強調されているよという時なんですけど、特に人間関係に対して人に対してあれこれと思考が回りやすい時です。でポジティブに回るんだったらいいんですけど、何かあの人にあんなこと言っちゃったなとか、あの人のあの時の言葉はどういう意味だったのかなみたいな勘ぐりすぎたりとか、そういうことも起こりやすいので、そういう時だったなっていうことで客観的に捉えると暴走しないですからね、思考がね。そこだけ気をつけてください。そしてカードで見た時にやはりちょっとね疑い深くなってるよっていうのが出てるんですね。よく言うと思慮深い、よく言うといろんなことに意識を巡らせて状況を把握して失敗のないようにしようとか、きちんと物事を達成するために調べ上げようとか、そういうのはとってもいいんですけれども、少しなんていうかな、神経が若干敏感になってるっていう感じがあって、どうしても達成したいことに対していろんなリスクを考えて対策練っておくとかはとてもいいですけれども、起こってないこととか誰かとの関係のことに関しても思考が働きすぎちゃって、実はあの人ってこう思ってるんじゃないかなとか、そういうふうにいろんなちょっと敏感に反応しやすいので気をつけてください。ただやっぱり運勢としては全然人付き合いが悪いっていう時ではないんですね。自分の感覚がすごく倍ぐらい強くなっているけど、実は他者との関係とか人間関係運っていうのがある時だから、そこは安心しておいてください。運があるからこそ今こういう話し合いをしてるんだなとか、こういう意見を今聞けたんだなっていうふうに思っててほしいんです。でやっぱりここでもラバーズっていうのが出てきて、新しい出会いもすごくありそうだし、もしくはこれまでの関係があった人との中でも新しい一面を見れるとか、いい形で関わっていけるっていう流れがあります。でご自身もおそらく何か少し前に
こうしようって特にね人との関係に関してこうしようって思うことがあったり、次からはこうしようみたいなビジネスの変更とかでもですね、そういうのあったんだろうなと思いますし、その方向性は合ってるって感じで言われてます。実際によく考えてのことでしょうし、物事って必ず絶対こうなるっていうよりもいろんな可能性がある中でその都度ちゃんと対処できるように、どう転んだとしても自分はちゃんとできるようにちゃんと考えましたよねみたいな感じがあって、すごくそれは悪い判断だとは思わないです。はい、ただちょっと待ってくださいね。ちょっとね認知されるまでに時間がかかるとか、それをきちんと広めていくまでにはちょっと時間かかるんだなって感じがあるので、この2週間で出る答えじゃないんだなって感じです。そうね出たって感じまた出たって感じですけど、こののけぞるほど嬉しいカップ9ですね。なので少し全体的にやっぱりその日食までのエネルギーというのはちょっと乱れやすいので、落ち着こうねとかいろんな余計なものを省していこうねっていう時なので、天秤座の皆さんも少しだけ動きにくいっていうのはあるかもしれませんが、その動きにくいさの中でこそ気づくことがあったり分かることがあるので、そのように気づけたことが本当に良かったっていう形でご自身でも喜べると思います。着実に自分が選んだ道って間違ってなかったんだみたいなことを感じると思うんですね。ただちょっと状況的に見て判断しなきゃいけないとか、状況的に今は動く時じゃないって判断したら動かなくてもいいですよ。ちゃんとその状況が来た、動けるっていう時は来るって感じが出てるので、その時に合わせて動いてもらったらいいかなと思います。そうですよね。この天秤座の皆さんってやっぱり恋愛運とかももちろんいいですし、この人生に何のチャレンジをしていくかっていうのがもう今年のね1月末ぐらいから結構来てるわけですよね。なのでやっぱり何かしら生み出したくなると思うんです。でその何かしら生み出したくなる時に、特にこういった月食の時とかに自分の敏感にセンサーが反応して、あの人とつながりたいとか、あの人に言ってみようみたいな形でつながることもあるでしょうし、自分がやっていきたいっていうことはやっぱり他者を通してやっていくことなんだなって感じがします。とても人間関係いいので、表面的にその人とうまくいってないっていうのは気にしないでください。それはもしかしたら天秤座の皆さんが頭の中でフィルターをかけてるだけかもしれないので、実際今は人間関係がいい時なんだと思っておいてください。こういったカードも出てますし、新しい出会いや新しい感性っていうのがお互いの関係性の中から生まれるよっていう時です。でもどうしても自分の中ではモヤモヤしたりとか考えすぎたりとかしやすいので、そこだけ注意ですね。ちょっと補足見てみようかな。なのでお仕事はすごくいいんです。ご自身では必死に考えてるから当然だって思われるかもしれないんですけど、ちゃんと考え抜いて判断したことは間違ってないし、なおかつそれもいい方向に向かってる対処法もある。ただ進み方がちょっとスローみたいな感じもあります。でもよく考えたらちょっとずつだけど進んでるよねっていう感じもありますし、人間関係に関しては出会いとかねありそうなんですけど、どうしてもそれをビジネスの方につなげたりとか、役割とか義務っていうところでさらにつなごうとしてしまうので、感覚だけでつながっていいよって感じがしました。例えば出会ってこの人素敵だなとか思ったら、もう素敵だなと思う感覚だけでつながればいいのに、何かこの人にできることはないかとか、関われる理由はないかとか、そう頭で考え始めるっていう感じがあるので、いや感性だけでつながっていけるよって感じがしました。そうね、ちょっと見てみようかな。ワンドの8ってことでスピード感ありますね。何かご自身があれこれ考えたり、あれこれ自分の行動をストップしているだけで流れは速いって感じです。実際の行動っていうのはちょっとスローなんですけど、風が吹いてくるその風っていうのがやっぱ早いですね。これは多分3月の末ぐらいからぐんぐん速くなると思います。この4月は風が強いので、実際に風強いけど運勢の風が強いので、それをおそらく天秤座の皆さんも感じると思います。4月に入ってきたらぐんぐんね、ス
トレングスっていうことでまだ逆ですけども、力を発揮するチャンスがあるよって感じがしました。はい、ということでちょっと一応セルフセラピーカードを見てみますね。天秤座の皆さん、何に気をつけたらいいの？先祖代々伝わる問題っていうカードが出てるんですけども、このカードが出る時っていうのは、自分が過去にやってきたことをずっと続けなきゃいけないんじゃないかって思っているけれども、もしかしたらここで何かがちょっとストップになったり予定変更になったり進まないっていうことがあったとしたら、そこで気づくことがあるはずなので、どんな新しい可能性や何を自分が信じてこれは絶対守らなきゃいけないっていうふうに思っていたかっていうことに気づくのが大事だよっていうふうに言われています。気づけると思いますけどね、こういうカードが出てるので。そしてはい、つながりっていうカードが出てますね。やっぱり人とつながっていってください。人間関係関わっていきやすい時ですからね。誤解だけ招かないようにすればね、問題ないです。そしてこの期間与えられるものは恵まれた才能ということで、新しい可能性や新しい世界が見えてくるよっていうふうに出ています。ここでもね、新しいものとか未経験のものっていうのもあるので、何か自分が一瞬止まったりとか考えることによって見えてくる別のなんか豊かな世界観があるんでしょうね。これは楽しみですね。はい、そしてビジョンが見えてくるということで、さらにそれで進んでいくって感じが出てます。どこ行くんでしょうね。はい、あと最後にね、ちょっとオラクルカードだけ引かせてください。天秤座の皆さんどうかな。はいはい、ちょっと私フランス語は読めないんですけども、21番ということで自分の限界を超えるというカードが出ています。ぜひね、このカードをじっと見て、今の状況と照らし合わせてどんなメッセージが来るかっていうのをご自身でもね感じてみてほしいんですね。限界を超えるんですね。ここでもなんか新しい金魚橋から、小さな金魚橋から飛び出て、新しいバラの入ってる花に金魚橋に移っていくよっていう感じがあるので、なんかそんな感じがあるんですよ。ここでも恵まれた才能を使って新しい環境に行くよとか、まだそれは見えてないんだけど可能性あるよとか、こっちもまだ見えてないんだけど違う世界があるんだよみたいな感じが言われているので、何かそういうのが見えてくるんでしょうね、きっと。誰かと関わることによって。はい、ということでここまでにしておきます。次回はまた4月の頭ぐらいになると思うんですけど、 456 の3ヶ月分のリーディングをしていこうかなと思っています。はい、ということでぜひね、いい時間をお過ごしください。今回も最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。